金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょじゃーん。たっぷりの渡りガニ。買いすぎたぐらい買ってきました。こんなにいます。で、今日買ってきたのはみんなメスです。ここに席が入ってます。ほら、これとかね、すごくわかりやすいですね。オレンジの卵が入ってます。渡りガニはこの時期がやっぱ一番内子が入りますんで、うまいんですよね。僕、塩茹でだとオスの方が好きなんですけど、やっぱりケジャンにするんだったらこのメス、この卵の甘み、これがうまいです。で、今日はですね、半分はカンジャンケジャン、半分はヤンニョムケジャンを作ります。で、動画も分けます。今回はカンジャンケジャンの動画です。次はヤンニョムケジャンの動画を作ります。そしたらこの渡りガニをまずは一度冷凍します。生きたまま入れるよりね、一回冷凍した方が細胞が崩れて柔らかくなるし、味が染み込みやすくなるんですよね。なんでまずこちら、綺麗にここ洗って、一度冷凍かまします。じゃあまず洗っていきます。いや、今日渡りガニ激高でしたね。やっぱね、今日吹いてたんで、相場高かったみたいですね。まあそういう日もありますね。まあ本当は安い日に買うとよかったんですけどね、もう今日作りたかったんでね。まあでもこんな寒い中ね、漁師さん一生懸命出てくれたんで、高い値段で買えて幸せです。本当にいつもね、命がけで取ってきてくれるわけですから、漁師さんは。感謝感謝です。で、このふんどしの裏、ここも綺麗に洗っちゃいます。ここが一番汚ね。で、ふんどしは取っちゃいますんで、ここは綺麗に洗わなくていいかなと思います。このふんどしのここですね、ここを綺麗に洗います。ここと爪の隙間、で、甲羅の表面も綺麗に洗っていくと。こんな感じで全部綺麗に洗っていきたいと思います。はい、では綺麗に洗いました。もう一苦労でしたね。ほんで、ちょっと洗ってみて思ったんですけど、ちょっとね、泥が多いですね、今回ね。取れたてっていうのもあるかもしれませんけど、すごいんですよ。なので、これ一度、甲羅開けて、エラまで取っちゃいます。多分ね、エラに砂噛んでる個体何匹かいると思うんですよ。なので確実に開けちゃいます。まず閉めていきます。口に入れて、はい、これで閉まりました。そしたら、ふんどしを外して、ほら、これ結構ね、泥が出るんですよね。そしたら、開けちゃいます。はい、こんな感じで。で、ここで止めときます。完璧にパカッと開けずに。で、この状態で、ここでエラ外しちゃいます。エラを外し、これね、エラ外した方がいいかも。なんでかというと、染み込みやすくなるし、ヤンニョムケジャンも作るときに、ヤンニョムをこの中に入れて、こう戻して、味を染み込ますことできるんで、これがいいかも。これ正解かもしれない。そしたらここ汚ねえんで、ペーパーで拭きます。これ洗っちゃうと、味噌とか卵に水っぽさがいっちゃいますんで、ここは綺麗に拭いていくと。ここ泥かな。完璧には綺麗にはできませんね。できるだけここ綺麗に洗っていきます。ほら、汚いね。これはちょっと綺麗にしないかんわ。いいこと考えた。日本酒で、使い捨ての歯ブラシですね。これ日本酒つけて、でここで歯ブラシでこうやってこすっちゃえ。日本酒だったらある程度身についても水っぽくなんないし、でこすったらここを拭くと。まあお店とかでもね、ここまで丁寧に作ってるとこはあんまないんじゃないのかなと思いますよ。はい、この状態で冷凍していきます。これ全部やろうとするとだいぶ大変だな。まあ頑張ってやっていきます。はい、では綺麗に洗い終わりました。もうね、見てください。これどれも内子バッチリ。やっぱ今時期的にね、最高ですね。よし、こっちはカンジャンケジャン、こっちはヤンニョムケジャン。冷凍庫に行こう。大きい業務用の冷凍庫だからスポッと入るんです。よいしょ。はい、これで1日凍らせます。はい、では1日経過しました。これ、このようにカッチカチになりました。ケジャンのタレを作っていきたいと思います。ナツメ、リンゴ、ラフランス、青ネギ、リコリス、ブラックペッパー、大根、椎茸、煮干し、あご、玉ねぎ、生姜、ニンニク、昆布、みりん、ジン醤油、梅エキス、水飴。で、水ですね。ケジャンを作るぞっていう感じのラインナップですね。今日カニが多いので、たくさん作ります。水を3リットル。これね、タレはね、意外とざっくりでも上手にできます。まあ、鍋に入れながら分量は説明していきますね。では、この大鍋の中で作っていきます。グツ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 とこう煮込みます。じゃあ、まずはお水ですね。水を3リットル。ジャーっと。そしてここに、ジン醤油。これ2本入れます。
これケジャン作るときに日本の醤油じゃなくてやっぱり韓国のこういうジン醤油使った方がなんか味に深みが出ますよね。ジン醤油って何かというと醤油は醤油なんですけどちょっと甘めの醤油です。韓国のお醤油ですね。これねネットとかにも売ってますし意外と簡単に手に入ります。これを2本。これがね1リットルじゃないですよね。860ミリなんですよ。なんで、だいたい2リットルですね。お水3リットルに対してお醤油2リットル。お水はね最悪後で追加もできますんでね、このぐらいで大丈夫です。でそこにみりんを 50cc ですね。本みりんを 50cc 入れました。でそこにこれ梅エキス、これね売ってましたんで買ってきました。なかったらね梅酒とかでも全然いいと思います。うわすげえうまそう。初めて舐めるかも。甘い。これ美味しい。梅エキスを、100cc 入れますか。でこの梅エキスの中にオリゴ糖が入ってるんで水飴入れようと思ってたんですけど、少しでいいかな。水飴も少し大さじ2ぐらい。この水飴めっちゃいいですね。口がこういう風になっててベタベタしない。瓶のタイプだとこうベターっとなっちゃうんでね使いにくいですけどすごい使いやすいですわ。そしたら水飴と梅エキスも入れていきます。でそこにこれナツメですね。露店で買ってきたナツメ、これを10粒ぐらい入れます。で次これリコリス肝臓ですね。これをだいたい一握りぐらい、こんなもんですね。パラパラパラーっとこの2つが入ると本格派になります。もうこの状態で火も入れてないのにもうケジャンの匂いしますもんね。でここに粒胡椒このぐらい、だいたい50粒ぐらいですね。次は乾物ですね。こちらです。干し椎茸5、6個入れます。今日はあごだしを入れてみます。もうねだしはねお好みでいいと思います。鰹節入れてもいいし、サッパの煮干し使ってもいいし、こういうあご使ってもいいし、こういう煮干し使ってもいいと思います。もうお好みで。このカンジャンケジャンのタレっていうのは、俗に言うだし醤油なんで自分好みのだしを入れてもらったらいいと思います。で僕は今日はあごを入れて、煮干しですね。煮干しも入れる。で昆布ですね。昆布もちょっと僕はね多めに入れるのが好き。ケジャンダレを作るときはもう惜しまない。ちょっともったいないなと思うんですけど惜しまない。それが美味しくできるコツ。せっかくねワタリガニっていう超高級な高い食材を使って作る料理なんで、ここを妥協するとほんともったいなくなる中途半端な味わいになるんでね。ケジャンはねものすごい贅沢な食べ物なんです。であとはお野菜たちですね。切っていきましょうか。まずネギですね。洗ったネギを入れていきます。青いとこが欲しいんです。なんですけどこのネギほとんど青なんでこれ2本入れちゃいます。この状態で。はいネギ。はい、お次よく洗った生姜ですね。これも皮付きのままスライスしていきます。もうざっくりでいいです。こんな感じで。今日は種の量が多いので2つ入れますね。で毎回ケジャンの動画のたびに少しずつレシピを変えてます。一番良かったレシピにこれもうちょっとこうした方が美味しいんじゃないかなっていうのでどんどんレシピを更新していっております。こういう風に書かれてます。はい、生姜ですね。生姜をドカンと。で次大根ですね。半分ぐらい。今日は尻尾の方使っていきます。大根も1センチぐらいにザクザクと切っていきます。はい、こんな感じですね。そしたら大根も入れます。次人参で次リンゴですね。リンゴもざく切りですね。気になるようだったら芯も取っちゃってください。うまい。でリンゴも入れます。で今日は梨がなかったんでラフランス使っていきます。ワタリガニの内子が入ってくるのが、1月後半ぐらいからなんですよね。1月後半って梨がね売ってないんですよね。でラフランスだったらギリ売ってるっていうそういうね微妙な時期なんですよ。なので今日ラフランスでやってみます。初の試み。半分にしときますね。ラフランスも皮ごと。いい香り。今日はなんか特別フルーティーな仕上がりになりそうですね。ラフランスで玉ねぎですね。これはね絶対入れてください。玉ねぎは旨味なんで、今日の玉ねぎちょっと小ぶりなんで2つ使っていきます。玉ねぎはね全然入れすぎても大丈夫。入れすぎに注意しないかんのはね、リコリスと醤油と
水飴、そんなもんですかね。もうあとは大体ね、ざっくり入れちゃえば大丈夫です。まあ醤油も最悪濃かったなと思ったら後で水で調整できるんで、本当にざっくりで大丈夫ですよ。はい、玉ねぎ入れていきます。で、最後ニンニクですね。ニンニクは2つで、ニンニクもこれはね、皮剥く必要ねえと思うんですよね。後でざっくりこしますんで、皮ついたままでいいかなって思います。まあ、気になる人はね、取った方がいいと思うんですけど、もう皮からも香りが出るような、そんな気がします。で、少し潰した方が香り出やすいかも。こんな感じで。はい、OK。はい、そしたらニンニクですね。ちょこっと日本酒も入れてみますか。日本酒も100入れます。よし、こんな感じでいいでしょう。これは大成功の予感がしますね。そしたらこれを弱火でコト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 と30分から1時間火を通していきます。はい、こんな感じに火が入りましたら、蓋をして1日冷やし込みます。そうすると、より一層果物とか煮干しとか顎から出汁がしっかりと出て、美味しいタレが仕上がります。この状態で1日寝かします。それじゃあ1日後に移動。よし、そしたらタレも1日寝かして、このようにいい感じになっております。そしたらこれを、こちらの壺ですね。ここに入れていきます。よいしょ。いきます。うわー、飛ぶな。ちょっとやだ。毎回これね、入れるとき飛ぶんすよね。これ学習しないんですかね、子は。ケジャンのタレの匂いって結構きついんですよ。このタイプでいこう。これが間違いないですね。チャラチャラチャラって言ってますよね。汁が滴ってますんで、このまま30分ほど放置して完璧にスープを下に落とします。そうしてる間にワタリガニもいい感じに溶けると思いますんでね。よし、じゃあ30分待ちましょう。はい、では完璧に滴り落ちましたと。こんなにたくさんスープができました。ちょっと味見してみましょう。うわ、うまっ。これ完璧かも。これだな。すごいのができた。ちょっとこれはいいぞ。ちょっと資料として少し残しておきます。これ冷凍で残しとこう。もうなんかね、回を重ねるごとにうまくなってる。絶対に。こうやってね、サンプルを保管してるんですよ。好きなものは全力ですよ。そしたら、このワタリ。まだ少し凍っているんですけど、まあ、凍ったままでも OK です。入れちゃいます。どんどんつけていきます。僕の見立てが正しければ多分ちょうど浸かるぐらいの量だとは思うんですけど、これもね、うまく入れないと浸かりにくいですよね。ほんで今回こうやって甲羅を外してあるんで、すごく浸かりが早いと思います。これね、甲羅外した方がいいかも。絶対この方が綺麗だし、浸かりが早い。今回結果的に砂がたくさん入っててくれてよかった。このケジャンの作り方って本当に本場韓国でも家庭で違うんですよね。で、あんまりなんかケジャン作ってる動画がないんですよ。ちゃんと本格的なやつを。でもその本格的なやつもいろいろレシピ作ったんですけど、ちょっと違うなっていうレシピが多かったりだとかするんですよね。結局はやっぱ自分の舌だけが頼りなんですよね。こういうのは。ちょっと入れ方ミスったな。ここ入れれるか。ちょうどだと思うんだけどな。ちょうどだ。このふんどしのここが入ってれば味染みてくんでいいんですよ。こんな感じですね。これで1日1回かき混ぜて上と下入れ替えて、ほんでタレも煮沸消毒して、で減ったら少し水を足して、元の傘に戻していくという作業を、3日繰り返します。よし、じゃあ3日後に移動。よいしょー。はい、では3日経過しました。いいのに使ってるかな。はい、こんな感じです。これね、なんか濁ってるんですけど、一度加熱すると濁るんですよね。多分カニの成分が汁に溶け出してるんで、多分それが凝固かなんかするんかな。こういう色になっちゃうんですよ。匂いはね、めちゃくちゃいい匂いする。全然腐っておりませんよ。じゃあこちらを盛り付けていく。まずはお皿に。では失礼します。うわ、めっちゃ使ってる。うわ、
ちょっと染みすぎぐらいか。うわいいね。はい、これで今年一発目のカンジャンケジャンの出来上がり。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。めっちゃ楽しみ。もう早く食べたい。うまく喋れるかな今日。ちなみに今夜なんですけど、もう今日僕何にも食べてません。もう全抜きしてきました。この瞬間のために。うわー、めっちゃ楽しみ。やばっ。くるか。じゃあまず一番大きいこいついきますか。いきますよ。うーわ、これはもうやっちゃダメでしょこんな。しかもこれエラが取れてるからもう食べるだけじゃん。いやこれね、仕込みが完璧今回。よし、まずこの口のとこ取って、これをよし。じゃあまずこれ、緊張する。いただきます。やばっ。ちょっと待ってくれ。今回の出来上がりはちょっとやばい。毎回これ言ってますけど、今までで一番うまいのができた。本当に毎回言ってますけどね。これね、これ味噌で、このご飯にこの味噌を乗っけて、そしてこの身も、よし。そしたらこのスプーンですくっていただきます。今回のめちゃくちゃうまい。ちょっと待って。本当に俺ケジャン屋開けるじゃん。こんなん作れちゃったら。めちゃくちゃうまいわ。これ本場の人にさ、一回食べてもらいたいんだけど、これどうすかって言って。完璧。うまっ。やばい。あれをやろう。でまず甲羅のこの卵をほぐして、でここの砂袋はねちょっと取りたいんですよ。この状態にして、でご飯入れて、ご飯と混ぜて、で身も入れて、これはやばい。うますぎる。あれ作ろう。
れはですね、米が2合ぐらい必要ですね。本当にうまい。ため息が出るぐらい美味しいですね。本当に完璧な配合です、今回。はい、というわけで今日はこちらでやっていきたいと思います。せーの、元気のやつ。よし。一刻も早く飲みたい。もう、この時間が惜しい。いつもだったらこの時間が素敵なんだけど、この時間すらも惜しい。はい、こちら、7対3ですね。いただきます。うめえ。一瞬意識が飛んでしまった。すごい出来上がりです。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日はカンジャンケジャンを作って食べてみましたけども、めっちゃうまかった。今日のレシピちょっとやばいかもしんない。こんなん無料で交換していいのかなっていうレベルのレシピができましたね。マジで本場で食べるケジャンの味、すげえいいのができましたね。コストはかなりかかりましたけど、かけた分だけの美味しさはありましたね。いや、すごかった。びっくりした。で、ヤンニョムケジャンも今つけてるんですけど、それも今から撮影しちゃおうかなと思ったんですけど、ご飯を食べ過ぎちゃってお腹いっぱいになっちゃったんで、明日食べます。で、明日もご飯抜いて楽しみたいなと思います。もう食事を楽しみたい。いやー、幸せでした。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。